こんにちは。今回は中長編みの V ステッチの模様編みを紹介します。この模様は表も裏も同じ模様になります。伸縮性もあります。編み方を編み図で説明します。今回は模様1つが鎖編み3目が必要です。1模様3目ですから5個の模様を編みますので15目に両端に1目ずつ使いますので全部で17目が必要です。17目の鎖編みで編み始めます。1段目は中長編みの立ち上がりの鎖編み2目を編んで鎖編み2目を編んだところから1、2、3、4、5個目の鎖編みに中長編みを編みます。間に鎖編み1目を入れて同じところに中長編みを編んでこれが一つの模様になります。次はここから3個目の鎖編みに中長編み鎖編み1目同じところに中長編みを編んで模様を編みます。最後の模様を編んだところから1、2個目のところの最後の鎖編みに中長編みを編んで1段目が終わります。今回は並太の毛糸を7号のかぎ針で編みます。針を後ろから下、右に回して輪を作り、糸をかけて引き出して糸を絞ります。ここから鎖編みを17目編みます。17目の鎖編みができました。1段目は中長編みの立ち上がりの鎖編み2目を編みます。1、2、2目の鎖編みを編んで次は中長編みを編みます。中長編みは鎖編みを編んだところから5個目のところに編みます。1、2、3、4、5個目の鎖編みの裏山を拾います。裏返してここが裏山ですからこの裏山に中長編みを編みます。中長編みはここから5個目のところの裏山に中長編みを編みます。次は中長編みです。針に糸をかけてここから5個目の鎖編みの裏山に針を入れます。裏山に針を入れて糸をかけて引き出します。中長編みの立ち上がりの鎖編み2目分ぐらいの長さに少し長めに糸を引き出してください。そしてこの目の根元を押さえると編みやすいです。針には3本の糸がかかっています。針に糸をかけて針にかかっているすべての糸を一度に引き抜いて中長編みができました。間に鎖編み1目を入れます。鎖編み1目を間に入れて次は同じところに中長編みを編みます。1目編んだ中長編みを編んだ同じ鎖編みにもう一回中長編みを編みます。同じところに中長編みを編みます。長めに糸を引き出して針にかかっているすべての糸を
一度に引き抜きます。一度に糸を引き抜いて、これで一つの模様ができました。中長編み、鎖編み、中長編みを一つの目に編み入れて V の形にしました。ここから次は1、2、3個目の鎖編みの裏山に同じ模様を編みます。針に糸をかけて3個目の鎖編みの裏山に針を入れ、中長編みを1目編みます。鎖編み1目を間に入れて同じところにもう一回中長編みを編みます。これで2個の模様ができました。この模様を続けて編んでいきます。3個目の鎖編みの裏山に中長編み1目、鎖編み1目を編んでから同じところに中長編みをもう一回編みます。3個の模様ができました。これを繰り返します。中長編みを1目、鎖編み1目、同じところに中長編みです。次も3個目の鎖編みの裏山に同じ模様を編みます。中長編み1目、鎖編み1目を間に入れて同じところにもう一回中長編みを編みます。これで5個の模様ができました。1段目の最後は1目開けた次の鎖編みです。最後の鎖編みに中長編みを1目だけ編みます。これで1段目ができました。次は2段目です。2段目も立ち上がりの鎖編み2目を編みます。そして1段目の鎖編み1目のところに中長編み、鎖編み1目、中長編みを編んでいきます。鎖編み1目のところにそれぞれ中長編み、鎖編み、中長編みの模様を編んで、最後は中長編み1目です。1段目の鎖編み2目の2個目のところに中長編みを編みます。3段目以降は2段目と同じ編み方です。次は2段目です。鎖編み2目を編んでから1段目の模様の間の鎖編み1目のところに中長編み1目、3本の糸を一度に引き抜いて中長編みを編みます。間に鎖編み1目を入れて同じ鎖編み1目のところにもう一回中長編みを編みます。これが2段目の最初の模様です。鎖編み2目を編んでから次の鎖編み1目のところに模様を編みます。次も1段目の鎖編み1目のところです。ここに模様を編んでいきます。同じ編み方です。鎖編み1目のところに中長編み1目、
間に鎖編み1目を入れてから同じところにもう一回中長編みを編みます。これで2段目の2個の模様ができました。この編み方を繰り返します。次も1段目の鎖編み1目のここに模様を編みます。鎖編み1目のところに針を入れて中長編み1目、鎖編み1目、同じところに中長編みを編みます。これを繰り返します。鎖編み1目のところに同じ模様を編んでいきます。次も同じです。鎖編み1目のところに中長編み1目、鎖編み1目、中長編み1目を編みます。これで2段目の5個の模様ができました。最後は中長編みを編みます。中長編みを編むのは1段目で立ち上がりの鎖編み2目を編んだところです。ここの1、2個の鎖編みの2個目のところです。ここに中長編みを編みます。中長編みの頭のその次です。2個の鎖編みの上の鎖編みに中長編みを編みます。ここです。この鎖編みに中長編みを編みます。針に糸をかけて鎖編みのところに中長編みを1目編みます。これで2段目ができました。次は3段目です。3段目は2段目と同じ編み方です。3段目以降は2段目の編み方を続けます。立ち上がりの鎖編み2目を編んで編み地を動かします。次も間の鎖編み1目のところに模様を編んでいきます。2段目の鎖編み1目のところに中長編み1目、間に鎖編み1目を入れて同じところにもう一回中長編みを編みます。これが3段目の編み方です。2段目と同じ編み方を続けます。次も鎖編み1目のところに中長編み1目、鎖編み1目、同じところに中長編み1目を編みます。この編み方を3段目は続けます。2段目以降は毎段同じ編み方ですので、大きなブランケットなどを編む時も編みやすいと思います。今回は並太の毛糸ですが、極太の糸で編むともっと早く大きく編めると思います。最後は鎖編み2目のところに中長編みですが、2段目の中長編みはこちらを向いていますから分かりやすいと思います。1、2個目の鎖編みのところです。ここが2個目です。ここに中長編みを編みます。
これで3段目までの模様ができました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。